まずは聞いて、それから語彙を学びましょう。日本の生活の中で洗濯は欠かせない日常の一部です。多くの家庭では毎日のように洗濯物がたまります。洗濯物が濡れているとき、特に雨の日は乾燥が難しくなります。そのため、洗濯物が湿っていることも多いです。乾燥機を使うことで洗濯物が乾くのが早くなり、真っ白に仕上がることもあります。私は毎週末、洗濯物をためることなく、こまめに洗濯するようにしています。洗濯物を濡らすときには、適量の洗剤を入れることが重要です。洗濯物を干すときには、しっかりと広げて干すことで、乾燥が均一になります。また、洗濯物を乾燥機で乾かすことで、時間を節約することもできますが、タオルを干す際には自然乾燥を選ぶこともあります。週末には家族全員の服を洗濯します。特に子供たちの服は汚れがひどいことが多く、袖が真っ黒に汚れることもしばしばです。服を汚すことが多い子供たちのために、適切な洗剤を選ぶことが大切です。ワイシャツにはアイロンをかけることで、シワを伸ばすことができます。シワが伸びることで、見た目が良くなります。また、ウールのセーターが縮むこともあるため、洗濯方法には注意が必要です。ジーンズの色が落ちることを防ぐためには、洗濯ネットを使うことが推奨されます。洗濯の際には、コインランドリーで洗濯をすることも便利ですが、自宅での洗濯が最も経済的です。最後に、スーツをクリーニングに出すこともありますが、日常的には自宅での洗濯が多いです。服を吊るす際には、しっかりと形を整えることで、乾燥後もきれいな状態を保つことができます。洗濯は日常の小さな作業ですが、家族の健康と快適な生活のために重要な役割を果たしています。洗濯物を畳むときには、家族みんなで協力することで、楽しい時間を過ごすこともできます。これからも効率的な洗濯方法を学び、快適な生活を送るために努力していきたいと思います。語彙を学びましょう。洗濯物がたまる。
洗濯物がたまる。洗濯物が濡れている。洗濯物が濡れている。洗濯物が湿っている。洗濯物が湿っている。洗濯物が乾く。洗濯物が乾く。洗濯物が真っ白に仕上がる。洗濯物が真っ白に仕上がる。洗濯物をためる。洗濯物をためる。洗濯物を濡らす。洗濯物を濡らす。洗濯物を干す。洗濯物を干す。洗濯物を乾燥機で乾かす。洗濯物を乾燥機で乾かす。洗濯物をたたむ。洗濯物をたたむ。服を汚す。服を汚す。袖が真っ黒に汚れる。袖が真っ黒に汚れる。洗剤を入れる。洗剤を入れる。洗剤。洗剤。スーツをクリーニングに出す。スーツをクリーニングに出す。コインランドリーで洗濯をする。コインランドリーで洗濯をする。タオルを干す。タオルを干す。服を吊るす。服を吊るす。ワイシャツにアイロンをかける。ワイシャツにアイロンをかける。シワを伸ばす。シワを伸ばす。シワが伸びる。シワが伸びる。ウールのセーターが縮む。ウールのセーターが縮む。ジーンズの色が落ちる。ジーンズの色が落ちる。日本の生活の中で洗濯は欠かせない日常の一部です。
多くの家庭では、毎日のように洗濯物がたまります。洗濯物が濡れているとき、特に雨の日は乾燥が難しくなります。そのため、洗濯物が湿っていることも多いです。乾燥機を使うことで、洗濯物が乾くのが早くなり、真っ白に仕上がることもあります。私は毎週末、洗濯物をためることなく、こまめに洗濯するようにしています。洗濯物を濡らすときには、適量の洗剤を入れることが重要です。洗濯物を干すときには、しっかりと広げて干すことで、乾燥が均一になります。また、洗濯物を乾燥機で乾かすことで、時間を節約することもできますが、タオルを干す際には自然乾燥を選ぶこともあります。週末には家族全員の服を洗濯します。特に子供たちの服は汚れがひどいことが多く、袖が真っ黒に汚れることもしばしばです。服を汚すことが多い子供たちのために、適切な洗剤を選ぶことが大切です。ワイシャツにはアイロンをかけることで、シワを伸ばすことができます。シワが伸びることで、見た目が良くなります。また、ウールのセーターが縮むこともあるため、洗濯方法には注意が必要です。ジーンズの色が落ちることを防ぐためには、洗濯ネットを使うことが推奨されます。洗濯の際には、コインランドリーで洗濯をすることも便利ですが、自宅での洗濯が最も経済的です。最後に、スーツをクリーニングに出すこともありますが、日常的には自宅での洗濯が多いです。服を吊るす際には、しっかりと形を整えることで、乾燥後もきれいな状態を保つことができます。洗濯は日常の小さな作業ですが、家族の健康と快適な生活のために重要な役割を果たしています。洗濯物を畳むときには、家族みんなで協力することで、楽しい時間を過ごすこともできます。これからも、効率的な洗濯方法を学び、快適な生活を送るために努力していきたいと思います。